はい、こんにちは。DIY 図画工作チャンネルです。12月になり、すっかり寒くなりましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。ここ、福井県高浜町もすっかり寒くなっております。もうすぐ雪も降るのかなと思います。昨年は大雪も降り、40センチほどの雪も積もりました。さて、今回の動画ですが、作っていくのはこちら。家のメインともなる表札を作っていきます。端材を使った表札作り。さて、どんな作品ができるのでしょうか。このチャンネルは他にもオリジナリティあふれる作品を作っております。気になった方はチャンネル登録もよろしくお願いします。今回使っていく材料はこちら。まずは外枠の大きさの木材をカット。プリントした紙の外枠箇所を木に印付けしていきます。線に沿って丸ノコでカットします。端材なので綺麗に取れる場所を選んでカットしています。大きさは好みによるかと思いますが、今回は15センチ角にしました。トリマーを使い角を丸くしていきます。ビットをストレートビットに変更します。12ミリのストレートビットを使い、タイルを入れる溝を作ります。タイルの高さを測ります。タイルの高さが3ミリでしたので、溝の深さも3ミリ掘っていきます。全体をサンドペーパーで丁寧に磨き上げていきます。ここから文字を転写していきます。紙を裏面にして後ろから鉛筆でこすります。鉛筆は芯の柔らかい 2B 以上がおすすめ。木の上に紙を置き、位置を合わせていきます。ボールペンなどの硬いペンや鉄筆などで上から文字をなぞります。そのまま色付けでもいいのですが、今回はまず彫刻刀で文字を彫ります。彫刻刀は以前100均で買ったものが出てきまして、久しぶりに使ってみようかなと思ったのが表札作りのきっかけです。彫刻刀を使うのは中学生以来じゃないでしょうか。
使い方も忘れてしまい、思ったように切れず手こずってます。文字が彫れたらこんな感じになりました。ここから色付け、100円で買ったメープルニスを使い色を塗っていきます。メラミンのスポンジを使います。メラミンスポンジはキメが細かく簡単にムラなく塗れます。文字は同じく100均の黒の塗料を使用。彫刻刀で彫った穴にインクを流し込んでいくイメージです。タイルは接着ボンドを使用。木材、タイルとの接着の相性のいいものを選びました。接着剤に少し黄色みがあるのではみ出ないように塗っていきます。今回は木目を茶色に塗ったのではみ出てもあまり影響はないかと思います。タイルの形はバラバラなのでバランスを考えています。配色はなるべく木のイメージと近いシックな色合いを意識しました。色には暖色系の全面色と寒色系の交代色があります。寒色系の交代色をなるべく周りに配置し、全面色の暖色系をポイントで真ん中に配置して目線が真ん中に集約されるようにしました。